やっと入った。マイクが今一瞬入ってなかったですね。よいしょ。なんかちょっと久々にこのシーン使ったのでだいぶマイクが入ってなかった。ちょっと待ってね。音量上げまして、これくらいでいいかな。いや、もっとかな。ちょっと待ってね。ちょっとね、これくらいですかね。どうですか？いや、そう、久々に怖い話のところでやったので、配信をお部屋で配信をしたのを始めたのでマイクの設定が違ってましたね。はい、というわけで皆様どうもお待たせいたしました。こんばんは。かけんチェリと申します。いらっしゃいませ。ってことで、チェリちゃんの怖い話雑談、何ヶ月ぶり？だいぶ久しぶりにやるなーって感じなんですけれどもね。怖い話大好きなんだけど、やりたいと言いつつ、なかなかね、できておらず、申し訳ない気持ちあったりするあったりするんだけども、楽しみにしてた。ありがとう。2年ぶり？さすがにそんなことはないんじゃない？なんかしらやってる。ささやきとか、ささやき階段的なのはやってる気がするから、割とね、やってる気はするんだけど、いやー、暑くなってくるとね、階段の季節だなーってなりますよね。皆さんもどうですか？今日お集まりの皆様はきっと怖い話が好きな方たちだと思うんですけど、去年新生活があった気がする。1年に1回だ今年も季節ごとにやりたいなーなんて思いつつ、今回ね、久しぶりに募集したから、久しぶりに募集したので、たくさんの、なんで2回言ったんだろうねたくさんの人にね送っていただきましてありがとうございます。今回はですね、テーマ雨の日梅雨の怖い話っていうことで募集をさせていただきました。たくさんありがとうございますそう、大事なことだから2回ねいや、久しぶりなのでちょっと気合を入れて作りましたよ、ちえりもまあちょっと、ちえりのあれは大したあれじゃないんですけれども、みんなでね、怖い話を聞きながらこの暑い日々を吹き飛ばしましょうってことで、たくさん読んでいきたいなと思います。待って、チェリの怖い話一つなんてどういう感じで始まったっけ久しぶりすぎて全てのやり方を忘れてるんだけど、どういう感じのでやってましたっけ？なんか話してましたっけ？こんな冒頭ってなんか話してましたっけ？うっかり忘れちゃったりなんかしてるんですけどね、うっかりだよねいやちょっとやり方忘れちゃったんだね。季節の小粋なジョークとか言ってたかも。ちょっとどこの配信と間違えてんの？チェイちゃんそんなジョークなんて言ったりしないけれども、うわー、なんか喋るの緊張する。はあ、自分の体験した怖い話？雨の日の話で言うと、チエリの滑らない話っていうのがあって、喉鳴った。チエリの滑らない話が一つあって、もう7年やってるから聞きまくって、もうそれ聞き飽きたわって言ってる人ばっかだと思うんだけど、とある雨の日にね、雨ってなんかセンチメンタルな気分になるじゃん。うわー、センチメンタルだなみたいな感じで思いながら、チエリは日々その時スプラトゥーンとか PUBG とかやってたわけで、帰り道にね、普通に学校からの帰り道に考えてたの、ゲームをやってる時の自分のことで。すっごい最近暴言とか多いな、暴言ってかなんか言葉遣い荒いなみたいな、なんか
おいてめえみたいな、言わないけどあんまりなんかそんな感じで、言葉遣い荒いなみたいな感じで思いながら、いやこれはもうしばらく反省しないといけない。やっぱおしとやかに女の子だから行かないといけないな、ちょっと良くないなって思いながら歩いてたらね、隣をね猛スピードでね、雨の日傘さして下を向きながら歩いてたの、チェリアセンチメータルな気分で。そしたら隣を猛スピードで車が駆け抜けてって、水パシャーンってかけられて、おいてめえふざけんなってでかい声で言ったっていうね、全く反省も何もしていないっていう滑らない話があるんだけど、雨の日といえばね、ちょっとニュアンスちょいちょい違うんだけど、これもう死ぬほど話してんだけどはい、というわけでですねはい、怖い話やっていきたいなと思います。いいですか？やってもいいですか？聞きたいですか？今日も5つかな、あれ6個だったかな、ちょっとごめん、やばい。どうだったかな、自分の入れて6個だったかな。用意してきましたので、皆さんからいただいた怖い話を読んでいきたいと思います。ではまず最初のお話、今日は怖い話というよりはちょっと不思議な体験の話をさせてください。僕は毎晩寝る前に YouTube でいろんな雨音を流して眠るのが日課なんです。静かな雨音って心が落ち着いてすごく気持ちよく眠れるんですよね。でもある時からちょっとだけおかしなことが起き始めました。その中のある特定の雨音を聞いた夜だけ必ず悪夢を見るようになったんです。その動画、どう見ても普通の雨の映像で、何も怪しいところなんてなさそうなんですよ。でもその夜に見る夢は、お化けに追いかけられたり、知らない場所で殺人鬼に出会ったり、とにかく怖い体験ばっかり。中でも特に印象に残っている夢があります。夢の中で僕は友達と一緒に雨の降る中、ボロボロに崩れた廃墟にいました。その友達がこう言うんです。ここ私の昔の家なんだ。中にレアなゲームカードがあるのよ。取ってきていいよ。僕たちは暗い廃墟の奥へ進み、カードを手にして外に出ました。その時、ふと隣にいた友達の顔を見たんです。その顔は人間の顔じゃありませんでした。皮膚はドロドロに溶けていて、目は焦点が合っていない。なのに口だけが異様に大きく開いて、にやりと笑っている。その顔を見た瞬間、心臓が止まりそうになって思わず飛び起きました。額には冷たい汗がびっしょりでした。でも次の夜もまた同じ雨音を流して眠ってしまったんです。また同じ廃墟、同じ友達、同じカード。でも今度は外に出た時、何かが吊られていました。
ロープで首を吊った人影。その体が無言のままゆらゆらと揺れている。そして音もなくその顔がこちらに向いてきたんです。それは前の夜に見たあの笑った顔でした。その瞬間、僕は叫びながら目を覚ましました。でもあの視線は今もまだ頭から離れません。それでも今夜もまたあの雨音を聞いて眠るつもりです。怖い夢だと分かっているのに、次はどんな夢が見られるんだろうって、それが気になってやめられないんです。ちなみにその動画、今でも YouTube にあります。映像はただの雨、どこにでもあるような静かな雨の映像です。でも本当にただの雨音なんでしょうか。雨音を聞くのが好きなちえりちゃん、もしその雨音に出会ってしまったらどうしますか？雨音の夢、従業員さんから送っていただきました。ありがとうございます。はい、いかがでしたか？まず一つ目のお話でした。やば、チリーン忘れてた。そういえばチリーンとかあったな。チリーンあったわ。じゃあ忘れてた。ごめん。次回からやるわ。パチ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 。チリンしといて。これやっぱ除霊の意味もあるから、みんなチリンしといて。代わりにチリーンあるでしょ。本コアとかでもやるじゃん。なんとかなんとか退散はーみたいなやつ、それの意味あるからチリーンしといて。ありがとう。はい。いやー、これなんか実際は雨音じゃないんだけど、そういう動画が一応本当にあるっぽいよ。補足で書いてありましたけれども、従業員さんありがとう。そう、なんか雨の音ではないんだけど、なんかその睡眠導入系の動画であるらしい。どうやら怖いよね。なんかちょっと見てみたいね。うわ、そういう人なんだろうな、この人も。でもさ、それってさ、現実に影響ってないのかな。怖くない？なんかさ、今はいいかもしんないけどさ、いつかなんか悪いこと起きそうで怖いわ。いや、ジェリー雨の音好きなんだよね。よく話してんだけどさ、配信でもさ、ジェリー雨の音を聞きながら、全然外晴れてんのに雨の音を聞きながら歩いたりするの好きで。なんか駅に行くまでの道とか、晴れてる日なのに雨の音を聞きながら歩く。やる？いや、いいよね、雨の音って。焚き火の音とか雨の音とか結構好きなんだよな。なんか結構聞いちゃう。雨の音ってホラーの定番だけど、なんだか安心もするよね。わかる。なんかでも安心する時とできない時があってさ、雨の音で心地よいなって感じる時と、なんか一回さ、寝る時に気になりだしちゃうと、全然もう気になって仕方がなくて、もう気になっちゃうっていうのが悪くない？わかる、この気持ち。一回、うわ、雨の音やば、気になって眠れないみたいな。特にさ、明るい時間とかにさ、なんか寝たい時とか朝とか、ちょっと朝方とかにうとうとしてる時とか、うわー、でも雨の音うるせーみたいな。時計の音とかもそうなんだけどさ、ジエリ時計の音うるせーっていうのと一緒で寝れない時あるね。一回気になりだすとね。いや、そんな雨の音っていうのをメインにした
トップバッターにふさわしいお話だったんじゃないでしょうか。ありがとうございました。はい、というわけで今回はテキスト形式で久々に、これもう大変だからね、あんまりやんないんだけど久々に用意をしてみましたよ。結構大変だからね、あんまやんないんだけどどうですかね。みんなも文字で読んで楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。ちょっと時間がなくて後半の方音確認してないから爆音流れるかもしれないから気をつけて。一応今下げたから調整はしてると思うんだけど。はい、ではなんだかんだまだ1個しか読んでないのに23分になってしまったので、次のお話読んでいきたいと思います。私の実家、山あいのちっちゃな田舎町なんですけど、変わった特徴があるんです。それは雨の音が聞こえないんです。もちろん全くないというわけではなくて、異様に小さいんです。外に出て耳を澄ませば確かに雨音はあるんですが、家の中だとまず聞こえません。玄関先で飼っている犬が爪をチャカチャカ言わせて歩く音も聞こえるようなおんぼろな私の実家でも雨音だけは聞こえないんです。急な夕立があっても気づけないので、いつの間にか洗濯物がびしょびしょになってるなんてこともよくありました。そんな時には祖父や祖母がぼそっと、安納様にも困ったもんだとぼやいていました。安納様とはその地域を守る山の神様のお名前だと祖父から聞いたことがあります。安納様は雨の神様がなまった名前で、雨が好きだから雨音を飲み込んでしまうんだそうです。当時小学生の私はもちろん真剣に信じていましたし、年相応に怖がってもいました。雨の日はでっかいお化けが家の外にいて雨音を食べてるんだ。私も食べられるかもしれないという想像をして、雨が降ると学校に行くのも嫌がっていた記憶があります。そんなある日、私はその安納様に会いました。私の家の向かいに立ち入り禁止と親からきつく言いつけられている山がありました。標高が高いわけでも危ない岩場があったりするわけでもない、一見普通の山でしたが、大人でもほとんど近づかない場所でした。しかし子供というのは困ったもので、私は友達とその山にこっそり入っては遊んでいました。そこで何人かで秘密基地を作っていたんです。どこからか拾ってきた廃材の板を木の間にかけて屋根を作り、周りをブルーシートやよくわからない袋なんかで覆った粗末な基地でしたが、当時の私たちは自分たちで作った隠れ家に夢中でした。他の場所で作ってもすぐ大人に見つかって片付けられてしまうので、立ち入り禁止という人目に触れないその山はまさにうってつけでした。その日も私は秘密基地の中で友達2人と遊んでいました。カードゲームでひとしきり盛り上がった後、一旦休憩をしようと持ってきたおやつの袋を開けようとしていた時です。全員が
ほぼ同時に異変に気づきました。基地の外がやけにうるさいのです。何かを激しく叩きつけるような音がそこかしこから聞こえてきます。雨だ。友達の一人がそうつぶやきました。確かに外から聞こえるのは雨音のようでしたが、その音は明らかにいつもとは違っていました。雨が屋根や葉っぱに当たるバタバタという音がやたらとうるさくなっているのです。いえ、むしろそれこそが普通の雨音でした。私は東京に出てきてやっと実感しましたが、その時の雨音は屋内で普通に聞こえる音量のそれでした。しかし当時の私たちは普通の音量で雨音を聞いたことがなかったので、それが異様に大きくかつ不気味に聞こえました。実際普段と違う大きさで音が聞こえる状況は異常でしたし、嫌な予感もするので私たちは急いで基地を出ました。基地の前に誰かが立っていました。姿形は覚えていません。というよりなかったように思えます。存在だけがそこにあるような異様な雰囲気の誰かがそこにいました。友達は白いもやのようなものに見えたと後で言っていました。その誰かは口を開いて私たちに何かを言いました。実際に口が動いたところを見たとか声を聞いたとかいうわけではありませんでしたが、周りの雨音がその誰かの声に合わせて強くなったり弱くなったりしていたように感じました。雨音で喋っているという風に形容するのが一番近いかもしれません。私たち3人は終始その場で固まっていました。やがて誰かの気配が煙のように消えると一目散にそれぞれの家へ走って帰りました。ずぶ濡れになりながら今さっき見た出来事を親に話し、しっかり怒られた後、祖父が厳しい顔で教えてくれました。険しいかな。あの山は地盤が緩くて地滑りや土砂崩れの危険がある。私たちは雨の音に気づきづらいから余計に危険なので誰も近づかない。安納様はお前たちに危険を伝えるために雨音で知らせてくれたんだ。その後の夕食では安納様がわざわざ好物の雨音を食べるのを我慢してくれたんだぞ。感謝してしっかり反省しろと私の分のハンバーグを半分に減らされました。当時の私にはあの時の体験は恐怖以外の何物でもなかったので、感謝どころか怒られた上に好物のおかずまで減らされて散々な気分でした。あれから何十年と経ち、都会に出て普通の雨音に慣れてしまった私ですが、未だにあのトラウマが抜けきらず、雨の日はどうも苦手です。もちろん実家に帰るときは念入りに天気予報を確認し、絶対に晴れる日だけを選んで帰省しています。また地元のやけに小さい雨音を聞いたら、あの気配がまだ確かにそこにいるというのを実感することになってしまいますから。安納様、赤弟子さん、ありがとうございました。はーい、チリーン。2つ目のお話でした。おもろかった。おもろかった。なんかさ、
よく怖い話であるじゃんさ、近畿地方みたいなのさ、今度映画やるやつもあるけどさ、あれとかでもあるけどさ、ご当地怖い話みたいなのってさ、あるのかな。みんなのお家、田舎とか、こう、ご当地怖い話みたいのってある？さ、すごい新鮮でおもろかったな。いい神様だったんだね。雨のいい神様だったんだね。子供を守ってくれて。何を対価に生きてる神様はやっぱ雨なんじゃない？どうなんだろう。神様。闇の集落の話。どでん様ってのがある。初めて聞いた。すごい、結構あるんだな。なんとか様みたいなやつ。不死の人魚伝説。すごっ。地元の伝承だと何をするといいことがある。やっぱいい神様みたいなのがいっぱいいる。まあ、祀られてるとかだと、やっぱいい神様を祀ったりしてるからね。お名前を聞く機会があるのかね。怖すぎて全部拒否ってた。よく今日ここに来れたな。ねえ。お蚕様？なんだそれ。怖っ。やばい、なんか様ってつくだけで怖い。様ってなんか怖くない？お正月に話しかけてはいけない神様。龍神様？おしら様的な？あれ、おしら様ってなんだっけ？なんか最近聞いたことあるんだけど。行きと帰り道が決まっていて、その通りにしなければいけない山がある。そんなのあるの？おびんたわら様最近聞いたな。世にも奇妙な物語だっけ？なんだっけ？竜とか蛇が多い。おしら様、そうだ、千と千尋だ。結構あるね。うわ、すげえ、結構あるんだな。チエリは何があるんだっけな。チエリって何があるんだっけな。なんかある気がするんだけどな。地元の怖い話で地元バレるんじゃない？それ地元バレちゃうんじゃない？それってまあその地元にチエリいないから別にいいんだけど、なんだっけな。なんかある気がしたんだけどな。神様系神様系神様系。うわ、全然思い出せない。なんかある気するんだけど。ね、よかった。いい神様で。悪い神様もいるもんね。思い出せなくなってる。いや、なんかあった気がするけど覚えてないな。子供の頃だと忘れちゃうね。なんか神様系なんとか様が来るよみたいな、脅かしみたいなさ、親がよく言う脅かしみたいななんか生ハゲみたいなさなんかそういうのがね、あったよね。なんかあった気がするけど忘れちゃったな。神様ね。いい神様も失礼をしたら怒りやすい神様とかもいるかもしれない。皆さんも神様には失礼のないように過ごしましょう。安納様、まあいい神様ではあるけど実際に会うと怖いよねってとこだよね実際に見るのとはまた違うね。怖いよねっていうねはい、ありがとうございました。でも感謝ですね、命を救われたのでね。はい、じゃあ次のお話いきたいと思います。チリー
お水飲もうかな。早く帰った方がいいみたいなこと言ったのかね。おしゃれだなと思って、雨音で会話をする、すごいなんか素敵な神様だなってチェリ思ったけど。はい、次の話です。梅雨の時期にはヘルメットをかぶった幽霊が多い。そんな会話が聞こえてきたのは梅雨の昼休み。雨の日は滑りやすいから工事現場で事故が起きやすい。だから現場のヘルメットをかぶった作業員の幽霊が増える。どうやらそんな話らしい。盗み聞きを真剣にするのもどうかと思うので、あくまで聞こえてきた程度の内容だ。実際はどうなんだろうか。危険だと分かっている分にはあらかじめ対策したりするのではと思う。私自身も別に工事現場に行くわけでもないが、履いている靴は雨の日でも滑りにくいものにしている。だけども突貫工事のような危険なものだと話は変わってくるかもしれない。例えば自分が働いているこのビルは建設ラッシュ時に建てた築50年を超えるものだ。こんなビルなら無理な工事日程で働かされた人が事故で亡くなったかもしれない。そう思うと残業が別の意味でも嫌になってくるというものだ。夜にこのビルにいると出るかもしれない。ヘルメットをかぶった幽霊が、もしくはブラックな業務に苦しめられた生き量が。そんな風に思っていると上司から休日出勤を言い渡された。夜残りたくないと思っていたが、休日だって働きたくないものだ。そして休日出勤当日、ただでさえアンニュイだというのに雨が降っていた。雨の日に一人で事務作業をせねばならぬとは何事だろうか。とはいえ完全に一人というわけではないようだ。玄関横の警備員待機所にはテンション低めな人がいたし、どうやら他の階にも人がいるようだった。それが幸いにはならないということは後に思い知ることになる。昼食を済ませてさらに仕事に身が入らなくなってきた頃、何やら上の階から騒がしい声がしてきた。やる気がないこともあり、ちょっとしたやじ馬として見に行ってみると、やつれた男が警備員に詰め寄っていた。やじ馬といえど私一人だと相手も誰が来たかとこちらを見る。相手も誰か来たかとこちらを見る。そして見事巻き込まれてしまった私は話を聞くことになった。簡単に言うと、やつれた男は怪しい影を見たので、それを警備員に確認するよう言っていたようだ。しかし警備員はそんなところに人はいないと断っていた。そういう状態だったらしい。そんなところというのは屋上のタンクの横だ。屋上への扉は施錠されていて入れない。どころか屋上の扉というか、屋上へは最上階にあるちょっと高い位置にあるはしごみたいなところを登った先にある施錠されたハッチを開けていく場所だ。それはそんなところに誰もいない。いや、正確にはビルを管理する人やらは行く可能性はあるだろうけども、やつれた男は昼食帰りに屋上を見た時に何かがいたと主張している。このまま時間が潰れるのを避けたかった私は屋上に一度登ってみたさもあり、自分が行くと切り出した。すると危険だから止めるかと思った警備員はあっさり鍵をこちらに渡してくるではないか。
職務怠慢も甚だしい。まるで今の私のようだ。そして最上階へのはしごまで脚立で上がり、ハッチの鍵を開けて屋上へと踏み出した。ハッチを開けた瞬間、雨が容赦なくこちらに降り注ぐ。ただ朝よりは小降りになっており、ギリギリ傘をささなくてもすぐ戻れば服が乾きそうな雨になっていた。さっさと屋上を見渡し、誰もいないことを確認する。そして戻るためにはしごへ向かい足を下ろした。雨で濡れた金属は滑るため、随分と気をつけて下ろした。幸いなことに滑りにくい靴を履いていたので、無事下まで降りると、さっきまでキーキーうるさかったやつれた男は随分と押し黙ってこちらを見ている。警備員はというと、顔色は悪く、気のせいかもしれないが、少しほっとしているように見えなくもなかった。警備員の足元を見てみると、随分とくたびれた靴を履いていた。これでははしごを登っていたら帰りに滑り落ちていたかもしれない。もしかしたらそれが不安だったのかもと思い、靴が悪かったですねと声をかけると、あちらも靴が悪かったですねと返してきた。それでこの騒ぎはおしまいとなる。後日先輩に休日出勤はどうだったかとしょうもない顔で言われたので、この騒ぎのことを話すと顔をしかめて、弊社はケチだから休日に警備員はいないという。不審者でも紛れていたのかと。そんなはずはないと一応聞いていたやつれた男の名前と部署から確認を取ろうとしたが、その部署の座席表にその男の名前はなく、実際訪ねてみたが、やはりそんな男はいないとのことだった。私は幽霊が出てしまったのかと、二度と休日出勤したくない意志を固め、上司に理由を含め直談判するとあっさり認めてもらえた。次の休日出勤があるときは先輩が行くことになるようだ。そうして次の年の6月、休日出勤した先輩は最上階で頭を打った状態で見つかった。人が倒れていると通報を受けた救急隊に発見され、そのまま入院する運びに。通報者は見つからなかったそうだ。別の先輩があいつ何か悪いことでもしてたのかと笑っていたので、私は先輩の高そうな革靴を思い出しながら、靴が悪かったですね、そう言った。チリーン、靴が悪かったんでした。ピースサイダーさんありがとうございます。チリーンでした。うわぁ、靴が悪かった。靴が悪かった。あれ待って、先輩生きてはいる？頭打ったけど生きてはいるのかしら。いや、なんかあれだな。どうなんだ。頭は打ったけど生きてはいる？だってあれだよね。だってもう一人の先輩がガハハハハ笑いながら言ってでなってたし、あ、そうだよ、入院さ、びっくりした。よかったよかった、まだ生きてる。よかった。そうだよね、そうだよね。いや、結構好きだな、チエリコの話。いや、今回話どれも好きなんだけど、これもね好きなんだ。なんかちょっと
チェリーこの BGM ちょっと悲しいいい話みたいな時に流しがちなんだけど、悲しい怖いいい話ターンの時によくこの BGM を流すんだけど、チョイスするんだけどね、なんかいろいろ想像をかき立てられるストーリーでね、実際にあったお話かフィクションかわからないからあれだけれども、ちょっとあくまでチエリは怖い話雑談っていうことでね、あくまであれなんていうの感想としてしか言えないんだけども、ずーっとこんな感じでね、あとなんかありそうで、てか優しいね、チエリ絶対そんな行かない、屋上なんて見ないよ、怖いもん雨の日でさ。ついつい深読みしちゃう。わかる、深読みしちゃうね。なんか考えちゃう。警備員のおじさんとくたびれさんはさ、常にセットなのかしら。くたびれさんが仕事ででもさ、もしかしたらさあれかもしんないよ、残業で疲れてるわけじゃん、仕事とかでその休日出勤をしたりしてるわけじゃん。入院をさせることによってお休みを与えてくれるいい人たちなのかもよ。なんか主人公がさこう降りた時もさ、警備員さんが心なしかほっとしたみたいなこと書いてあったから、まあ怪我をあれすのは良くないけどっていうもしかしたらね、わかんないけど、そうだよ、やつれてるから、やつれ男は多分入院させたい、警備員さんはもうそういう人を増やしたくないで毎回揉めてるんだよ。で警備員さんは主人公の時は靴がちゃんとしてたから助かったから、こうほっとした、自分みたいにならなくてよかった。多分警備員さんはそこでまあどっちもなくなったりしてるのかもしれない、幽霊かもしれないけど、警備員さんはね靴が悪かったねっていうあれがあったんだと思うんだけど、やつれさんはやつれてるからやつれないように入院させたいのかもしれないよわかんないけど、いろんなね、ちょっと幽霊の気持ちはわからないですけど、いろんな解釈があって面白いんじゃないですかね皆さんはどうですか？ブラック企業に勤めていますかブラック企業に勤めたりしていますか？ホワイトですか？今の時代ブラックなんてあんまないでしょ。昔勤めてました。たまにブラックたまにブラック。チエリーランドはね素晴らしい。なんでチエリーランドは素晴らしい職場でしょ、どう考えたってね。オフホワイト結構ホワイトじゃん結構ホワイトじゃん。前の職場ブラックマジ？ローキ行こう。そんなひどいブラックなんて。チエリーランドはもちろんね、皆さん言ってる通り素晴らしい職場だけど、ホワイト企業200職あるホワイトだけじゃなくホワイト企業も200職あったんだ。ほんとねいやー、チェリーランドは素晴らしいですよ。200しかない。全世界たくさん企業があるっつうのに200しかねえのかちなみにアップランドはホワイトです。演者は少なくともちょっと社員さんは知らないですけど、タレントは少なくともタレントはホワイトにやらせていただいてます。はい、誰が何と言おうとホワイトですね、間違いなく。この会社がホワイトじゃないっていうやつはマジ社会経験がないクソガキだって思っていいです言葉強い言葉強いはい。
うちはホワイトですね。タレントは少なくともね。はい、安心してください。会社大好きちえちゃん。いやホワイトだからって好きとは限らない。それなんか良くないか、良くない言い方したけど、チェリーアブランド好きだけど、大好きって言うとまたなんかちょっと違うというか。大好きって難しいよね。大好きって難しくない？だってちえり家族仲良しだけど大好きかって言われるとちょっとわからないもん。やっぱ一緒に住めないし一緒に住みたくないし、ちえり家族と父親とも母親とも一緒に住みたくないけど、でも仲良し、めっちゃ仲良し。エピソードも話すと思うんだけど、だからまあそれ仲良しだけど大好きとは大好きって難しいよね。難しいね。一緒に住みたくない。ジェリアもう一人でしか住みたくない。人と住みたくないからね。そうそう、別の種目ねえ。はい、そんな全然関係ない話ですけれども、ホワイトな企業に所属、まあ皆さんにはねチェリーランドがあると思うので大丈夫かなって思いますね。好き嫌いで働いてない。いやそれマジでそれだわ。それ好き嫌いで働いてないからな。でもチェリはアップランドでしか今後も VTuber できないと思うし、これはあれね、物理的になんていうの、オーディションに受からないからできないとかって意味じゃなくて、継続的な意味で、なんていうんだろう、アップランドの空気感、アップランドという会社の感じじゃないとチエリは多分続けられないと思うし、もうやっぱ育ってしまったからここでだし、もうずーっとここで過ごしたいなって思ってるよ。はい、骨を埋める覚悟でここで過ごしていきたいと思ってます。はい、では次のお話いきたいと思います。残り3つかな。3つかな。では次のお話です。就職のため地元から関東へ引っ越してすぐの頃の話です。買い物のために歩いてスーパーに向かっていたところ、雨が降ってきました。 BGM の切り替えをミスっていますが続けます。朝から不安定な天気だったので傘は持ってきています。右手で傘を差しながら左手のスマホでスーパーまでの道順を確認しながら歩きます。次の十字路の信号を右に曲がれば左側にその地域で一番大きなスーパーが見えてくるようです。スマホのマップアプリを確認しながら歩き、曲がるべき十字路までたどり着きました。そこには同じく信号待ちをしている親子連れが立っており、母親が子供に傘を差してあげているのが横目で見えています。小学生くらいでしょうか。黄色い服に赤い長靴、ランドセルも背負っています。遊んでいるのかブロックのようなものに乗っています。ただやけに手が大きい気がします。それに肌が白すぎる。スマホから目を離して親子の方に顔を向けると、それは親子ではありませんでした。子供だと思っていたのは交通安全の人形でした。黄色い服に赤い長靴、黄色い帽子に赤いランドセル、
死人のように真っ白な肌。横断歩道を渡るため右手を元気に上げていますが、その顔には表情がなく、焦点の合わない目はじっとこちらを見ています。横断歩道の方ではなく、こちらを。雨が降っているにもかかわらず濡れてはいません。30代から40代ほどの女性がそばに立ち、大きな黒い傘をその人形に差しているからです。その女性もこちらを見ています。ゆっくりと口が開いていきます。興味があるの？私は早足で道を引き返しました。後ろが気になりつつも振り向くことはできず、ただただ歩きました。しかしこのまま家に帰ることも恐ろしかったので、途中でチェーンのファミレスに入りました。あの場所と私の家が線でつながってしまうような気がしたからです。ホットコーヒーだけ頼み、2階の席へ移動すると、窓からさっきの十字路がかろうじて見えました。そこには女性はおらず、人形もありませんでした。角度の問題で見えなかっただけかもしれません。例の十字路にはその後近づかなかったので、実際のところはわかりません。その土地は2年ほどで離れましたし、その後にあの人形と女性を見たことはありません。ただ普通に交通安全人形はたまに見かけることはあり、その度に嫌な感覚を覚えます。その顔はまっすぐに横断歩道を見ており、変なところは何もないのですが、あの時の女性の声を思い出してしまうのです。興味があるのとは、私と人形どちらにかけた言葉だったのでしょうか。ボンバッタさんです。ありがとうございます。どっちなんだろう。興味があるの？チリーン。難しいね。どっちに行ったんだろうね。ちょっと一回さ、これ BGM を。BGM がミスってる、完全に。まずい。まずいね。BGM をミスっているから大変なことになっちゃう、この後。ちょっと一旦待ってね。一旦ちょっとそれだけ修正しながら話しましょう。ちょっと待ってね。はい。というわけで、どっちにかけた言葉なんだと思う？どっちにかけた言葉なんだと思う？みんな。わかんないな。どっちなんだろう。人形？この人形に興味があるのってことかな。この人形に興味があるのってことを言いたかったんかしら。人形に、こっちに人形はこっち見てたし、そういうことか。人形にあのお兄さんに興味があるのってことね。そっちのが怖い。そっちのが怖いんだけど。そういうこと？そっちのが怖いね。これで
うしてこうしてこうしてはい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 こうでこうででこうでこれでこれでこうしてこれではいはいこうしてこうして OK。 お待たせしました。はい。いやー、その場にいたら体をチェンジすることになったかもしれない。怖っ。交差点の事故を助形してくれた。まあ確かにいい風に解釈をしようとすればできるか。人形に興味があるの？うわー、怖ー。家についてこられ、まっすぐ家に帰ったらやっぱダメだったのかな。チエリ絶対まっすぐ家に帰っちゃう。雨も降ってまいりました。家の中なのにチエリ絶対まっすぐ家に帰っちゃうよ。怖い。一刻も早く帰りたい。うわ、でもコンビニとかは寄るかも。一旦コンビニは寄る。雨漏りかもしれません雨漏り系の話もちらほらありましたよ。コンビニ寄るよね。自分一人で帰れないかも。コンビニ呼んで誰か呼ぶかも。人をちょっと今どうしても帰れない、コンビニ来てくれないって。こういう時にね、チエリが怖い時にうちの家の裏に住んでる前の実家なんだけど、実家の家の裏に住んでる友達がいるんだけどその友達に怖い時とかはよくなんていうの、エレベーターが怖い時期とかあったんよ。呪音とか見てエレベーターがチエリの家のエレベーターの形状と一緒だったの。なんていうの、階ごとにちゃんとなんていうの、エレベーターのドアがこう窓になってるタイプっていうの、1階ごとにちゃんと外が見えるみたいに1階ずつ見えるタイプのエレベーターで怖くて、年岡がいるんじゃないかと思って怖くて、無理と思って友達までめっちゃ上まで来てもらってたことある。昔住んでた家がね。そうとかなんかそこの家でなんていうのかな、なんかそこの城でチェリーそこの城でなんか一人暮らしをしてたんだけど、高校生上がったくらいすぐくらいの時一人暮らしをしてたんだけど、逆にその実家だった場所にチエリが住んでて、その新しくパパはなんか新しく別の家を買ってそっちで住んでてみたいな変な感じだったんだけど、そういう城がね、新しい城建てようっつって前の城じゃあチエリが住んじゃおうみたいな感じで、だからなんか家の裏についてきてくれる子がいいの、変わらないからで虫とかでもさ、チエリさ処理できないからさ、虫とか出た時とかもめっちゃ呼んでためっちゃ呼んでた。チエリの幼なじみちゃん、幼なじみ2人いるんですけど、2人のうちの1人女の子にモテるタイプの女の子でしたね。でもリクムちゃんとかとはまた違う感じなんだよな。リクムちゃん女の子カウントしていいかは一旦置いといて、リクムちゃんとかとは違う感じの女の子にモテるタイプの女の子だった。なんでモテるのかチエリは分かんなかったんだけど、これはなんかあれ悪い意味じゃなくて、なんかかっこいいとかもそんなにかっこいいタイプでもなかったんだよ。可愛いかっこいいタイプでもなかったし、なんかでもそう女心がわかる、それかもしんない。女心がわかるタイプなのかも。で
あ、でもそうかも。ちえりが虫怖いって言って虫を倒しに来たり、エレベーター怖いって言ってエレベーターを、上までついてきてくれたりするっていうのはだいぶあれだよね。もし彼氏だったら彼氏力高いもんね、その女の子。あ、そういうのでモテてたんかもしれないな。女の子にモテるタイプの女の子だった。あ、そうなのかもしれない。そういうことか。そういうところがモテるあれだったんかな。虫倒しに来てくれた。怖かった。優しいよね。確かにね。内面が王子様、確かにそうなのかも。なんかそういうことかもしれないね。そういうところでモテてたんか、あの子は。なんかでも結構なんていうのかな、女の子と付き合ったりしてるタイプの女の子だったんだけど、なんか結構熱しやすく冷めやすいタイプで、その女の子、なんでその子の話してるのかわかんないんだけど熱しやすく冷めやすいタイプの女の子で、よく女を泣かせてたなーってイメージしかないんだよな、チェリー的には。なんか割とその子となんか多分遊ぶ予定だった、なんか人の恋愛は過去だからいいね。ちょっと後で許諾を取っとくけど、もう幼馴染だからいいんだけど、なんか遠距離であれ一緒にさ仲良くしてた彼女さんをそいつがドタキャンかましたのをちえりが深夜に駅まで迎えに行ってうちに泊めたことがある。もうかわいそうと思って、こんな夜中に都会に出てきてそんな漫画喫茶とかじゃ止めさせらんないよ、かわいそうと思って逆にね、もうなんかそれだからなんか熱しやすく冷めやすいタイプのあれなんだよなーっていう印象しかないんだけど、でもやたらモテてたな、女の子に。で、なんでその話してんだなんでその話、まあそういうことかにコンビニにでも迎えに来てもらうかな。コンビニとか迎えに来てくれそうようならそうっていう話。仕方ないよね、かわいそうだし。なんか話したことはあったんだけど会ったことはないみたいな感じだったんだけども、しょうがない。仲良くなって帰ってた会えてよかったね。会えてよかった。ちえりがだよ。ちえりが会ってよかったかな。別に会わなくてもいい関係だと思うんだけど友達の彼女会わなくてもいい関係すぎない？興味あるの逆にそこで何かが始まって泥沼の三角関係みたいになったら少女漫画の主人公になれたかもしれないねえ、知らないです、そこからは。そんな幼馴染のイケ女子がいます。やたらモテてたな。先輩とかにも可愛がられるタイプの女の子だったんだよな。先輩女子たちからもなんかモテてたな。なんでなんだろう。モテる、なんか女子校のモテるみたいなのって顔とかそういうのとかじゃないんだよな、きっと。なんかかっこいいからモテるとかじゃないんだよね、きっとね。なんで怖い話雑談でこんな話をしてるんだろうね。チェリーでも友達の話とか大好きなんだよね、ついねね。女心
も分かって人に甘え上手。なるほどね。そういうのかもしれない。ちょっと一旦音、あ、これをあれしようかな。ちょっと待ってね。こうしてちょっとこれをよいしょ。あれ、ちょっと待ってね、準備をします。お、ちょっと準備をしますのでお待ちください。おいしょ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 。あれ、なんかおかしいなことになっちゃった。なんかおかしい感じになっちゃったな。はい、ちょっと待ってね。はい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 、こんばんは。お友達の話でした。皆さんはどうしますか？なんか怖い体験をした後まっすぐに家に帰る？それともファミレスとか寄る？誰かんち行く？どっか寄る？まっすぐ帰る？まあでもなんか家って謎にさ、安全な気しちゃうよね。でも家って安全なのかな？わかんないな。怖いよね。時間によるけど、いっそちょっと遊びに行って気分転換するわ。夜遊び。なるほどね。人のいるところに寄っちゃう。まっすぐ帰る。まっすぐ帰る。実家だったらすぐ帰る。確かに。やっぱ人がいる状況だったらまっすぐ帰るか。それはそうかも。すぐ帰ってツイートする。でもわかるわ。メモとかしなきゃみたいな気持ちになっちゃうかもしれない。ジェリも人の多いところに行きたい。やっぱゲームセンターとかかな。人間がいる場所、人工の光を浴びたくなる。いや、ゲームセンターか。ちえりちゃんに送らなきゃってなる。ちえりちゃんに送ってくれるんだ。助かる。読む。夜のゲーセン、人間が怖い。確かに怖いかもしれない。パリピがいっぱいいるかも。怖い。はい、怖い話、ハッシュタグチエッタ、もしくはホームでもね、ちょっと毎回募集をしようかなって思ってるので、今後もぜひよろしくお願いいたします。ちょっと今日の話あと2つございます。2つありますので、もうちょっと12時、だいたい1時間で怖い話すたんだけど、あと2つお付き合いいただければと思います。少々お待ちくださいな。やば、これ大丈夫かな。ちょっと待ってね。いけます。お待たせしました。それでは続きを読みたいなーっつって、おいしょ。ちょっとウィンドウのサイズが変わっちまったので、これでいいかな。はい、ではお待たせしました。次のお話読ませていただきたいと思います。こんな元気な感じで読む感じじゃないですよね。ごめんなさいね。よし、落ち着いて。チリンして。チリンしてください。チリーン。いや、さっきね、ちえりちゃんは幼なじみの話をしたんですけど、幼なじみといってもちえりは転勤族だったので、小学5年生くらいからのね、お友達になるんですけど、さっきのお友達はそんなちえりちゃんの小学5年生と一緒。この書いてくださった方はね、小学5年生の時のお話です。私のクラスに
アメちゃんって呼ばれてる女の子がいたんですね。その子はどんな天気の時も屋内にいてもレインコートを着て長靴を履いているんです。なんでそんな格好してるのってみんなで聞いたら不幻想な顔をして、だって雨が降ってるからしょうがないじゃん。みんなもわざわざ濡れたくないでしょって言うんですよ。ちょうど多様性が重んじられるようになってきた年で、学校側もかなり理解があったので、特別に授業中でもアメちゃんは教室の雨用の格好を許されていたんですね。ちなみにアメちゃんの本名は春子だったので、すごい皮肉ですよね。そんなこんなでアメちゃんはあまりにも異端な存在だったので、常にぼっちでした。けど本人はひょうひょうとしていて、気にも留めていない感じでしたね。それである日の休み時間なんですが、いつもの仲良しの女の子たちといつもの遊具のそばでおしゃべりしていたら、アメちゃんの話題が出たんです。アメちゃんって謎すぎるよね。じゃあさ、生態調査してみない？どうやって？ここで出たのが、じゃんけんで負けた子がアメちゃんを誘って彼女の家にお泊まりするというもので、それでお分かりかと思いますが、私がじゃんけんで負けちゃったんですよ。つっこ頑張って。まず普段喋る間柄でもないのに、いきなり声をかけてもお泊まりできないんじゃないかって問題があったんですが、いいよ、お母さんに言っとくね。アメちゃんはあっさり OK してくれて、次の日が休みの金曜日にお泊まりすることになっちゃったんです。金曜日、アメちゃんと2人で私の家に一度着替えとかが入ったバッグを取りに行って、それから彼女の家に向かいました。その日は今と同じような梅雨の時期でしたが、雨は降っていなかったんです。それなのにいつものようにアメちゃんはレインコートに長靴姿で、なんかすごく恥ずかしい気持ちだったのを覚えています。アメちゃんのお家は普通の一軒家でした。優しそうなお父さんとお母さんに迎えられて晩ご飯をごちそうになりました。豆腐ハンバーグとミネストローネ、最高でした。はるちゃんと遊んでくれてありがとうね。これからも仲良くしてやってね。照れくさそうに笑うアメちゃんや温かい声をかける両親の顔を見ると、私の胸はチクリときました。突然アメちゃんがなぜアメちゃんをしているのか、当然アメちゃんがなぜアメちゃんをしているのかという話題は出ませんでした。その後お風呂に入って出てきた時に、お父さんと廊下でばったり会いました。お風呂ありがとうございました。温まれたならよかったよ。ところでつっこちゃんさ。はい。眠りは深い方かな？まあ、はい。そっかそっか。それじゃあおやすみ。お父さんは自室に戻っていきました。そこからは
アメちゃんのお部屋で怖い漫画本を読ませてもらって、夜遅くなってきたのでお布団を並べて敷いて2人で寝ることにしたんです。けどなかなか眠れない。枕が変わっているのもありましたが、さっきの怖い漫画のせいかもしれません。寝息を立てるアメちゃんのお隣のお布団に潜って身を縮こませて悶々としていたら、ガラガラガラ、外の窓が開く音がしたんです。ここって2階だよね。私はお布団の中で目を大きく見開きました。誰かがフローリングのカーペットを踏みしめてこっちに近づいてくる音がする。そしてザー、音じゃない声がするんです。すぐ隣、私の隣のアメちゃんのお布団から声がするんです。ザー、ぽっちゃんぽっちゃん、水だ。誰かが水の声真似をしている。ぽっちゃん、ポトポト、ザー、パラパラパラ、ザー、ポチョ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 、ポッタンポタン、ポタンポタン、ザー。窓に当たる音、傘からこぼれ落ちる音、軒先に立った時に聞こえてくる音、いろいろな雨の声真似をしているんだって分かったんです。それはかなり長い間続きました。声は全く息継ぎなしに延々とするんです。私はゆっくりとお布団をめくって、一瞬ですがその外の光景を見たんです。そこには寝ているアメちゃんの耳元で嬉しそうな顔で語りかける見たことないずぶ濡れの女の人がいたんです。私は急いでお布団を戻してより一層体を縮めたんです。それからどれくらい時間が経ったのか、うとうとしているとドアがゆっくり開いて閉まって、女の人が出ていく音がしたので、私も慌てて布団から出ました。アメちゃんを見ると変わらずすやすや眠っています。私は恐る恐るドアを開けました。真っ暗な廊下は誰の気配もなかったので、私は歩くと床が水で濡れていました。わわっと思いながら床の水をたどっていくと、階段に行き着いて降りていくと、玄関のあたりに女の人の後ろ姿があって、思わずあっと声に出してしまいました。こんばんは。女の人は振り返らずにその背中から普通に道で挨拶するような声が聞こえました。はるちゃんに雨の声真似、一晩中なんでそんなことするんですか？
私は引きつった声で言ったんです。すると、なんでって一晩中やらないと一日分の雨が蓄えられないじゃない？そんなことも今の学校で教えてもらえないのかしら。私が口ごもっていると、ごきげんようと女の人は言い、玄関から外に出て去っていきました。私はすぐに部屋に戻って、そこからは布団で朝までやり過ごしました。朝、アメちゃんと一緒にお布団から出てリビングに行くと、お父さんとお母さんがニコニコしながら、おはようと声をかけてきました。おはようございます。返してふと見ると、隅の大きなゴミ箱の中に濡れた雑巾が大量に捨ててあったんです。アメちゃんとの関わりはそれっきりです。特に向こうも話してこないので、こっちも話しかけることはなくて。アメちゃんの家どうだった？クラスの子たちに聞かれたけど、普通だったよ、と返したんです。だから、アメちゃんがなぜアメちゃんなのかも、あの濡れそぼった見知らぬ女の人が何者だったのかも、その不気味な雨の声真似やその目的も全てはからずじまいなんですよね。はい、というわけでちょっとタイトルつけさせていました。アメちゃんタイトルつけさせていただいたんですけども、こちらね、怖いのつっこさんっていうチエリの大好きな X で怪談怖い話をたくさん投稿してくださってる方がきっとおそらく本物だと思っているんだけれどもがおそらくきっと送ってくださったものだと思っているんだけどどうなんだろうありがとうございます。いやー嬉しい、大好き、いや大好きなんですよね。いや嬉しいなと思いながらちょっと気合を入れて読んだんだけど、チェリちゃんの漢字が弱すぎる不安になっちゃう。偽物って書いてないから本物。じゃあ本物かぜひね、チェリあれだ、サブアカの方でフォローしてんだけど、しれっと本アカの方でフォローしよう。しれっとめっちゃ面白かった。やっぱさすがだなと思って、何がさすがなのかって思ったら、何がさすがだなってあれだと思うんだけど、梅雨の怖い話でこういう雨が降らないっていうとこだよね。ちえりはつっこさんのお話すごい大好きなんだけど、梅雨の怖い話っていうところで雨を降らせないでここまで怖くできるってもう尊敬だよね。尊敬、素晴らしい。いやこれがね実話かフィクションかとかは一旦置いとくとして、そんなものは関係ないわけ。いやそういやさすがだなと思って、いややっぱなすごいなって思ったつくさんのお話すごいね、面白いお話いっぱいあるんだけども、初めて見た話もうめっちゃ怖くてすごい印象に残ってるんだけど、この話もすっごい好みで、チェリのツボドンピシャなんだよな。でもわかんないし、アメちゃんが何なのか結局わかんないってのもさ、また怖いよね。何だったんだろうね。なんか他の投稿でね、めっちゃなんか長文で雨音のそのさっきのさ
なんかピチャピチャザバーみたいな言ってたやつあるじゃん。あれだけ、ほぼあれだけの文章をめっちゃ長文で送ってる別の方のなんか応募もあったんだけど、それもそれで怖かったんだけど、ちょっと難しすぎて読まなかったけど、今回はいや怖いよね。それはそれで怖いよね。怖いと思って本人いやまさかそんなわけわかんない。人怖どうなんだろう。いやめっちゃ怖かったな。なんかの暗号だった。やばい、解読しちゃいけないね、絶対に。絶対なんか怖いかも。こんな現場に実際あったら、チエリ雨の音を隣で寝てる子の耳元でひたすらささやき続ける女の人に友達ん家泊まってて、夜たまたま出会ってしまったら恐ろしくて無理かもしれない。チエリはだいたい枕の下とかにスマホを置いとくんだけど、充電はしてないのでね、充電しないで枕の下にただスマホを入れてんだけど、充電しながらだとね危ないですから、火事とかね気をつけてください。やんないでくださいね。充電しないで枕の下に入れてるタイプなんだけど、もうそっと枕の下からスマホを取ってスマホをいじり出すかもしれない。うわでも起きてるのバレたら怖いからやんないかな。やばい、怖い。想像したら怖い。ずっと寝たふりして貫徹するやつ、いやそれもあるかもしれない。寝たふりして気づいたら朝、ありそうだな。絶対に起きてるってバレたくないもんね。怖。よくついてって声かけたよね。あめちゃんは雨の妖精さんなのかな。何なんだろう。お父さんお母さんも知ってるっぽいもんね。ちゃんと雑巾で拭いた跡があるってことは。両親が様子見に来てたりする。いやどうだろうね。わかんないね。不思議だね。はい、その話でした。ありがとうございました、ずっこさん。とても素敵なお話を。感動です。本物かはわからないけど、おそらく本物だと勝手に思っているだけかもしれないはい、ありがとうございました。では次、最後の話になります。最後の話になります。じゃあね、早速読んでいきたいなと思います。これは私が体験した話です。私の家は東京から少し離れた地方にあります。在宅ワークが基本なので、普段は本社に行くことはありません。けれど月に1から2回だけどうしても出社しなければいけない業務があるのです。その日も本社での仕事を終え、私はヘトヘトになって新幹線のホームにいました。もともと東京に住んでいたので観光などすることもなく、仕事が終われば一刻も早く帰りたい。いつものように終電の新幹線に滑り込むように乗車しました。手には新幹線の切符。今日はグリーン車に乗って帰ることにします。疲れ果てた日の少しだけの贅沢です。14の D、14の D。つぶやきながら
自分の席を探して車両を歩きます。やがて目的の席にたどり着いたはずでした。けれどそこにはすでに誰かが座っていたのです。あれ？一瞬私が間違えたのかと思い、通路を挟んだ逆側の席を確認しました。でもそちらは確かに AB 席ならば、やはりこの D 席が私の場所のはず。念のためもう一度切符を確認します。14号車 D 席、間違いありません。じゃあこの人が席を間違えてるのかな。そう思って声をかけようと目を向けましたが、そこには誰も座っていませんでした。さっきまで確かに誰かが座っていたはずなのに。見間違いだろうと自分に言い聞かせて席に座ると、ちょうど新幹線が静かに動き出しました。車内はそこまで混んでおらず、私の隣の C 席も通路を挟んだ AB 席も空いています。同じ車両にはちらほら他の乗客の姿も見えました。私は疲れから少しだけシートを倒し、窓側にもたれかかるようにして目を閉じました。どのくらい眠っていたのかはわかりません。ただふと目が覚めた時には外は雨になっていました。小さな雨粒が窓ガラスを打ち、ぼんやりと光をにじませて流れていきます。寝起きの頭でただぼーっと窓の外を眺めていると、ガラスに私の隣の席のはずの場所に何かが映っていました。私のすぐ隣 C 席のはずの位置に誰かが座っている。スーツ姿で顔を伏せてうつむいているように見えます。でも乗った時は確かに誰もいなかったはずです。不思議に思いながらそちらに視線を向けると、そこには誰もいませんでした。なのに雨にはまだ座っている誰かの姿が映っている。ゾワッと背中に冷たいものが走りました。見間違いだ、疲れてるだけだ、そう自分に言い聞かせて目を閉じました。次に目を開けたのは終点のアナウンスが流れた時でした。私は寝ぼけながら荷物をまとめ席を立とうとしました。ピチャッと水を踏んだ音がしました。 C 席の足元からびしょ濡れの水がポタポタと床に垂れていました。車内は乾いているのに、その席の下だけがまるで誰かがずっと濡れたまま座っていたかのように。逃げるように車両を出た後、私は怖くて振り返ることもできませんでした。はいありがとうございました。14の D 画教員ゼリちゃんのお話でしたはい、というわけでですね、めっちゃちっちゃくするんでしょはい、ありがとうございました。これ前に面言でもう先行公開をしたんですけど、そこからさらに話を持ってきた話になります。いやー、
前めっちゃ盛られてた。そう、これ実話なんですよ。実話なんですけど、もともとの話的にはですね、この間新幹線にね乗ったんですよ。帰りに、収録の帰りに新幹線乗ったんです。はい、チエリの実話なんですけど、新幹線乗ったの。なんかね、それで、いつものごとく終電の新幹線だった。これ話通りだよね。在宅ワークで月に何度かあれするんですけれどもっていう話だったんだけど、在宅ワークであれしてんだけど、月に何度か収録でね東京行ったりするんだけど、その時の帰りに新幹線乗ったの。全然明るい時間ね。もう今の時期分かる通りさ、全然明るいじゃん。てか終電でもなかったかもしれない。ワンチャンどうだったかな。ワンチャン終電じゃなかったかもしんないわ、その日。なんなら普通に夕方ぐらいに乗ったかもしれない。全然明るくて。で14の D だったの、席が言うんだねもう14の D だったのでさ、切符を手に持って左手に切符を持ちまして、こうやって14の D14の D ってこうやって見て歩いてたのでさ、窓際のさ、窓の上くらいにさ数字って書いてあんじゃん。でなんかそれをこう左右見ながら、左右ってか見ながら、こう14の D10 10、20、20、19、18、17ってこう数えてこう見てたのね。で14の D に着いたの、横に。でグリーン車だったから結構背もたれとかもでかくて、普通にこうなんていうのかな、前後とかも特にそのなんていうのかな、ちゃんと見える位置まで、椅子のところがちゃんと見える位置まで出ようとすると結構真横に立たないといけないわけ。グリーン車ってね、こう大きい感じになってるから椅子が。で真横に立って見たら、なんか人が座ってたの。だからチエリー、なんかさ、よくさABCD ってさ、なんか上り下りでさ変わったりするじゃん。新幹線の上り下りで ABCD って変わったりするから、あ、じゃあこっちじゃなくてあっちが D 席なんだと思って逆側を見たの。そしたら AB って書いてあって、あ、AB だ。あれ、チエリの切符間違ってないのは14だよなって。今度列が間違ってんのかと思って。で切符を見たらね、それで、14の D って書いてあるわけ、ちゃんと。あ、じゃあちゃんと14の D だわと思って、あ、じゃあこの座ってる人が A 席とかで逆は座っちゃってんのかなって。結構よくあるパターンじゃん。チェリ何回もあんのよ。おばあちゃんとかが座ってたりとかして、1個前の席ですよとか、こっちじゃなくてあっちですよみたいな結構あるの。新幹線とか特急とか結構乗ってると。そうだからなんかそういうパターンかなと思って声かけようと思ってパッて見たら座ってなくて、誰もと思って。でもチエリは座ってたのよだって普通に考えてさ、14の D の横まで来て人が座ってなかったらそのまま座るわけじゃん。でもチエリは人が座ってると思ったから逆側の AB 確認したり切符を確認したりしたわけよ。座ってなかったら座るじゃん。そうだからさ、絶対座ってたって思って。でもその真横に立ってるから、その逆側を見てる間に人が通り過ぎる横とかもないのね。わかるやん、そんなん。だから絶対座ってたと思うんだけどと思って、そのまま席に座ってみんなに話さなきゃと思ってみんなに話さなきゃと思ってメモ帳をあれしたっていう話そう、ここまでですね、実話は。そこから先はフィクションでございます。盛りました名言でね、こっから持って話すって話したからだいぶ3割くらい盛りました持ったでしょ。うん、なんもなかった、別に。最近あった怖い話だと、チェリって霊感別に本当にゼロなんだけど、なんかあれなんだよな、でもわかんない。霊感ゼロだけど感受性が豊かなのかしら。なんのかしら。なんか別にチエリ的には多分大したこと本当はない話をなんかこう意識しちゃってるだけだと
思ってるんだけど、大したことないよって話をただただ意識してるだけだと思うんだけど、なんかね、あれだよ、最近もあったんだけど、なんか階段、なんていうのかな、なんかね、洗面所で歯を磨いてたのね。そしたらジェリーのさ、リビングのところってさ、こうソファーがあって、ソファーの後ろにロフトみたいなところに登る階段があるのよ。でその階段がロフトなんだけど、はしごじゃなくて、なんていうの、普通の階段状になってる階段なのね。でその前にソファーが置いてあってみたいな感じの間取りなんだけど、でまあそこを通ってこうちょっとこうくるっとすると洗面所があってお風呂があってみたいな感じの間取りなんだけど、ざっと簡単に雑に説明すると、白バレするから雑に説明すると、そうだからなんかそこで歯を磨いてたの、洗面所で。そしたらなんか階段からダダダダダって降りてくる音が聞こえて、そのままダダダダダってチエリの横までこうバーって走ってきた音が聞こえて、と思って猫だと思ったの。チエリは猫ちゃんがねよくやるから、そういう階段から降りる感じとか、猫だと思って、猫来たと思ってこうふっと横見たら猫いなくて、と思って、でも絶対になんか来た気がすんだけどと思って、でも猫いないわけだから怖くなっちゃって、猫ちゃんどこ猫呼んでねでさ、なんかさ、猫ちゃん、うちの猫ちゃん結構人見知りだし、なんかこう来客とかある時も結構ダダダーって逃げたりとかするタイプの猫ちゃんだから、猫ちゃんを呼んだのよ、その時で。猫ちゃん普通に何食わぬ顔でリビングにいて、なんにゃーみたいな感じで来たから、でチエリのこと見ても別に特になんかシャーとかニャーとかやんないで、普通にスリスリどうしたのみたいな感じだったから、何もいない、ほな何もいないかと思ってほな何もいないかと思って。でもさ、怖いのがさ、なんかチェリー横にふっと来たって思った時に、猫ちゃんじゃなくてその気配みたいのってさあるじゃん。気配がね、なんかその顔の位置真横だったんよ。なんかイメージだよ、ほんとイメージで言うと、こうやって至近距離でこうやって顔見られてるような感じのイメージだったの、気配的には。でもまさかそんなわけないから、階段を降りるなんて猫ちゃんしかいないと思って、そんダダダって猫ちゃんってなったんだけど、そんなわけないっていう怖い話。でも多分猫ちゃんがシャーってしてないから、お化けとか怖いやつじゃないと思ってます。かなーっていうのと、あと最近あったやつだと、そのさっき言ったソファー、階段の前にあるソファーで座って最近コナンを見てるんだけど、コナンくんを見てんの、1話から今190話くらいかな、180話くらいかな、見てんだけどさ、でね、その後ろの階段のところから猫ちゃんがちょっかいかけてくんのよ、チエリに。多分ソファーからちょうど頭が出てる形になるからさ、ちょっかいかけてくんだけど、チエリの家のソファーってね、背もたれがね、なんていうの、金属の針金をこうソファーの土台にぶっ刺して、で椅子部分もなんか上にカポってはめるタイプのソファーってわかるなんかニトリとかで売ってる感じのさ、そんなにつながってるタイプのソファーじゃなくて、分裂するタイプのソファーっていうの、車のシートっていうか、なんか普通に分裂するタイプ、背もたれが刺すタイプなので、組み立て式っぽいやつ、そうで、こうシートも上に乗せるだけみたいな感じのソファー、ちんまりしたソファーなんだけど、人一人こうちょうど横になって足ちょっと出るかなくらいのさ、ちんまりしたソファーなんだけど、フレームがあってクッションばらせるやつ、そうで、
だから後ろから猫ちゃんがねちょんちょんってやるとさ、後ろのそのソファーの背もたれのところがね動くんよ。でこの間そのコナンくんを座って見てた。そしたら後ろちょんちょんってされてもなーにーっていつもやだけど、なーにーってなんもいなくて、猫ちゃんいなくて、えとってふと見たら猫ちゃん普通にリビングの机の下にいるの。と思ってチェリーじゃあ何と思ってでまあそれは全然まあじゃあ押されたキーさん気のせいかで終わったんだけど、ちなみにねチエリって案外割となんかなんだろう、その自分が霊感がないって 100% 信じてるから、なんかそのまあほな気のせいかが割とねできるんだよね。でもなんかこういう風に怖い話雑談の時とかにこう話すネタとして話すけど、実際にはあんまりその怖い話と思ってるっていうよりかは、なんかなんだろうな、気のせいだと思う。なんかその敏感なだけ物事にだけであってあれだと思ってんだけど、見たことないし。いや強くない、霊感ない本当にない。やだ欲しくない絶対怖いもん、欲しくない。でも猫ちゃんがだからシャーって言わないから大丈夫でもさ、たまにさ猫ってさこう何もない空間をじってみたりするじゃん。もうそういう時は猫ちゃんチエリを見て、ほら猫ちゃんあっち見ないのってってやる。こっち見て猫ちゃん、ほらあっち見ないの怖いから絶対怖いもんだってこっち見て、よしもうでしょ、もうチエリだけを見てたらいいんだからねってやる。いやー怖い。まあでもシャーってしないからね。雲とかあるかもしんないね、多分ね。いやーそんな感じでした。はい、14の D かきゅんちえりさんのお話でした。だいぶ持ってきました他にもねたくさんいただいたんですけど、怖い話今回はちょっと時間も1時になってしまいますね。こちらで終わりとなってしまうんですけれども、他の怖い話もまた別の機会に紹介させていただいたり、あとは夏なのでね怖い話を披露する機会がちえりの配信じゃないところでもあるかなと思うので、そちらの時に読ませていただいたりもすると思いますので、それもご了承いただいてるのを送ってもらっていると思っているので、また楽しみにしていてもらえると嬉しいなと思います。ありがとうございました。次のテーマ何がいいかな。楽しいねやっぱ怖い話読むの。次のテーマ何にしようかな。どうだった？久々やったテキスト形式。そういえばちょっといろいろ事故ったけど、結構急いで作った、思いつきで急いで作ったからだいぶあれだったけど、よかったテキストあると見やすい。そうだよね、理解がしやすいよね。よかった。またじゃあ頑張って作るわまた頑張って作るわ。ありがとう。何がいいかな。次の怖い話。雨でしょ。夏かな。やっぱ夏系の怖い話かしら。
海むずいよね。チエリが作るのむずいな。夏だとでかい？広すぎる？でも夏の怖い話って割とやったよね。前も募集した気がする。夏で広くてもいいよね。ネタが多い。確かに。夏にするか。山ね。夏頃にもう一回くらいやりたいね。そうだね。百物語はやんないと思うけど、百物語のやつってワンチャン残ってんのかな。ちょっと待ってね。ワンチャンあるかもしれない。いや、さすがにないかこれ。5年前くらい、6年前くらいにやった6年前くらいにやった百物語。ああるけど画像とかがないかもしれないな。チリンある。チリンある。マジ？ちょっと待って。あるんじゃない？やばーい。これは少し大きな総合病院に勤務する母から聞いたお話です。あるわ。看護師として働く母はその日自身の担当する病棟にて深夜勤務をしておりました。しかし突如業務をこなしているところに病棟内の電話が鳴りました。相手は隣の病棟の精神科の職員からで、内容はある一室の患者たちが一斉に原因不明のパニックに陥っている。深夜で人手が足りないから手が空いているなら急いで来てほしい。すぐに向かうとすでに駆けつけていた数十人の職員が患者たちにそれぞれ必死に話しかけていました。室内は6人部屋で、そのうち5人の様子がおかしいという状況です。うわー、懐かしい。中には子供のように泣き出している方、虚空に向けて怒鳴っている方などもいたようです。事態は切迫しながらも、おおよそ人手は足りていると判断した母は、この異常な病室内で一人冷静でいる窓際のベッドのおじいさんに話しかけることにしました。大丈夫ですか？ご気分など優れないところはありますか？おじいさんはどうにも反応が鈍く、ぼーっとした様子であり、虚空を見つめながら小さく何かつぶやいています。顔？母が尋ね返すと、顔と天井、床、テレビなど室内のあらゆるところを指さしながらそうつぶやいていきます。最後に母のすぐ後ろを指さしてにっこりと笑い、嬉しそうに、いっぱい顔。不気味に思った母はこのことを話し、
パニックの原因がわからないなら試しに一度空いている病室に移動させてはどうかと提案しました。移動は迅速に行われました。もちろんそのおじいさんも一緒に。すると驚くほど患者の皆さんは落ち着きを取り戻し、間を置かずに眠りについたそうです。翌日、担当医が本人たちに聞いても、そもそも自分たちがパニックに陥っていたことすらも覚えていなかったそうです。無人の大浴場からのナースコール。誰もいない病室で子供が騒ぐ音。この病院には何かいる。そう噂されるほど、病院内では以前より不気味なことがたびたび起きているそうです。母は語ります。見えない何かがいる。そのことの方が見えることよりもずっと不気味だ。今日も姿の見えない何かは病院内のどこかにいるのでしょう。これで僕の話は終わりです。チリーン来たチリーン。懐かしい。いや、ちょっとね、わかんない方いると思うんですけど、2019、8? ワンチャン 8? かもしれない。怖い話をしたんですけど、2019かな、多分。これはリスナー投稿ですね。リスナー投稿で100物語で100個読んだんですよ。6時間くらいかけて100個読んだんだけど、それもこうテキスト形式であって、いやー、大変だったなー。大変だったなー。懐かしいちえりちゃんの、時を超えたちえりちゃんのイラスト、変わらない美味しさのちえりちゃんのイラストでしたけど、懐かしい。いや、頑張ったですね。いやー、また100か。100重てえな。100重たいな。10、やっぱでも2時間くらいがちょうどいいと思うんだよね、この今日みたいな感じで。はい、2時間くらいでね、またちょこちょこ怖い話雑談やっていきたいと思いますので、せっかくなので。で、いつも言うんだよ、怖い話雑談終わった時。これいつも言うの。2019年8月2日、やばー、6年前かね。やっぱ2時間くらいでやっていこうかなと思います。ぜひね、寝る時のお供とかに聞いていただけると嬉しいですね。朗読配信みたいなイメージで聞いてもらえると嬉しいな。怖い話雑談なので、途中で雑談とかを挟みつつ、怖い話も読みつつやっていきますけど、次回の怖い話は夏に関する怖い話を募集したいと思いますので、皆さん夏に関する怖い話考えておいてください。よろしくお願いします。ちょっと忙しいのでしばらく7月の後半になるかと思いますけれども、多分8月になるかもしれない、ワンチャン。はい、楽しみにチェリーも待っているので、募集だけは早めにしておこうかなって思います。ちょっとまたバタとしておりますけれども、明日からの配信、明日はトリトラジオあります。23時からアイドルユニットの方でね活動しておりますので、ぜひそちらを見てください。マシュマロ募集します。前回と同じじゃないかもしれない。ちょっとまた多分募集しますはい。昼はちょっと打ち合わせがあるので配信はおそらくできないけど、手錠があったらやるかもしれないけど、ちょっと忙しくてできないかもしれない。やんなきゃいけないこと思い出した。大変。はい、そんな感じです。ありがとうございました。ご視聴、そしてたくさん他にも今日読めなかったたくさん応募してくださった方もたくさんありがとうございました。感謝でございます。また
小話雑談でもお会いしましょう。